日本プロ野球とメジャーの本当の格差。日本のプロ野球選手の平均年俸は5216万円です。メジャー平均が8億円なので、15倍の格差と言われますが、メジャーは開幕ロースター26人の平均。日本の選手会の調査は、支配下全員の平均。そこで、日本も上位26人で、計算すると、1位ソフトバンク、2億5385万円。2位巨人、1億9975万円。3位阪神、1億7705万円。4位日本ハム、1億4708万円。となります。これでも差がありますが、だいぶ現実的な数字です。ちなみに1億円プレイヤーは、161人で過半数です。選手会発表。これが実態なのですが、もともと選手会発表の数字はどのようなものだったでしょうか。12球団の平均年俸と、その満足度、さらには戦術が査定に反映しているかの戦術反映度が発表されています。ソフトバンク、平均年俸1位、8706万円。満足度5位、47.95%、戦術反映度3位、50.00%。阪神、平均年俸2位、7789万円。満足度1位、66.67%、戦術反映度1位、64.52%。巨人、平均年俸3位、6880万円。満足度7位、46.97%、戦術反映度11位、29.69%。オリックス、平均年俸4位、5406万円。満足度12位、28.85%、戦術反映度4位、43.75%。日本ハム、平均年俸5位、4964万円。満足度3位、52.94%、戦術反映度5位、43.14%。楽天、平均年俸6位、4419万円。満足度9位、40.74%、戦術反映度7位、34.55%。西武、平均年俸7位、4333万円。満足度6位、47.83%、戦術反映度6位、41.54%。広島、平均年俸8位、4139万円。満足度10位、33.90%、戦術反映度10位、30.36%。中日、平均年俸9位、4102万円。満足度8位、46.88%、戦術反映度9位、31.67%。DNA、平均年俸10位、4084万円。満足度4位、50.85%、戦術反映度2位、51.79%。ロッテ、平均年俸11位、4041万円。満足度2位、57.69%、戦術反映度8位、33.33%。ヤクルト、平均年俸12位、3991万円。満足度11位、33.33%、戦術反映度12位、22.22%。当然ながら年俸が高いと満足度が高い傾向があり、戦術反映度もまたしかりです。阪神の平均年俸2位満足度1位戦術反映度1位。そして、ヤクルトの年俸12位満足度11位戦術反映度12位などはわかりやすい例です。一方、巨人は年俸3位なのに満足度7位で、戦術反映度11位と、お金は払うが、満足はしてもらえず、戦術もよくわからないという地獄のような状態です。さらに、オリックスに至っては年俸4位、戦術反映度4位なのに、満足度12位という錯乱状態です。何に不満があるのでしょうか。逆にロッテは年俸11位なのに満足度2位と、何かやっているのではレベルのハイパフォーマンスです。いずれにしても、冒頭の日本プロ野球平均年俸5216万円はこの発表の数字です。さあ、日本プロ野球 NPB とメジャーリーグ MLB では、平均年俸を算出する際の対象者の定義が大きく異なります。この算定方法の違いを理解すると、報道される数字の背景にある実態が見えてきます。1、日本プロ野球 NPB の算定方法。日本プロ野球選手会 JPBPA が毎年発表する調査結果は、以下のルールに基づいています。対象者、労働組合である選手会に加入している支配下登録の日本人選手全員、除外される選手、外国人選手、選手会に加入していないため、高額年俸であっても計算に含まれない。育成選手、支配下登録ではないため含まれない。算出タイミング、シーズン開幕時の年俸、特徴、新人選手や若手選手最低年俸440万円などがすべて分母に含まれるため、平均値は低めに出る傾向がある。2、メジャーリーグ MLB の算定方法。MLB 及び MLB 選手会が発表する平均年俸は、より一軍の実力相場に近いルールで算出されます。対象者、開幕時のアクティブロースター26名枠及び負傷者リスト IL に入っている全選手、含まれる選手、外国人選手、全員含まれるドジャースの大谷翔平選手なども当然参入される。算出タイミング、開幕日時点の年俸、特徴、マイナー契約の選手や若手育成枠を完全に排除し、今まさにメジャーの試合に出ているトップ層だけで計算するため、
非常に高い数字約8億円となる。選手会が算出する NPB のデータは、労働組合に所属する全組合員の平均賃金を出すという、労働統計的な意味合いが強くなっています。一方で MLB のデータは、世界最高峰のリーグでプレーする選手の市場価値を示す、経営工業的な意味合いが強いため、1軍枠26人に絞って計算されます。もし NPB でも、外国人選手を含めた上位26人で再計算すれば、平均年俸は公表値の2倍3倍ソフトバンクなら 2.5 億円超に跳ね上がり、MLB との実質的な格差は見た目ほど大きくないことがわかります。この方法で再計算すると以下の金額になります。1位ソフトバンク、2億5385万円選手会調査8706万円で1位。2位巨人、1億9975万円同6880万円で3位。3位阪神、1億7705万円同7789万円で2位。4位日本ハム、1億4708万円同4964万円で5位。理由、なぜこのような違いが生まれるのか、その裏側にある論点を整理します。1、調査対象の定義労働組合としての視点。選手会の調査対象は日本人選手支配下登録全員です。ここには年俸1億円超のスターから1000万円未満の高卒1年目までが含まれます。労働組合である選手会にとって、一部のスターだけでなく全組合員の生活水準を示すことが重要であるため、分母を大きく取る計算方法を採用しています。2、メジャーリーグ上位26人計算の狙い。各球団の上位26人外国人含むという枠組みは、一軍の試合に常時出場する主力メンバーの市場価値を測る指標です。メジャーリーグの平均年俸はアクティブロースター26人枠を基準とするため、こちらの方が世界基準のプロ野球の相場を正確に反映していると言えます。3、外国人選手の除外という伝統の是非。選手会の調査に外国人選手が含まれないのは、彼らが日本の労働組合選手会に加入していないケースが多いという形式的な理由があります。しかし、ソフトバンクや巨人のように高額な助っ人を揃える球団の実情を見るには、彼らを含めた実質的な人件費で比較しなければ、球団間の真の格差は見えてきません。4、選手会は年俸を低く見せたいのか。年俸を低く見せたいという意図は、球団側との交渉において有利に働く側面があります。MLB との格差がこれだけあるまだこれしかもらっていないというデータは、年俸の底上げや制度改善 FA 権、年金などを球団側に要求する際の強力な武器になるからです。5、平均値の魔術若手の多さが数字を下げる。日本は MLB に比べ、若手選手の育成を重視し支配下枠に長く止める傾向があります。分母にこれら低年俸の若手が多く含まれるほど、平均値は押し下げられます。小林氏の再計算でソフトバンクの平均が約3倍 2.5 億円に跳ね上がるのは、その裾野を切り捨てて頂点だけを抽出した結果です。6、サラリーフロア最低総年俸導入への布石。小林氏が提唱するサラリーフロア球団が支払うべき総年俸の下限設定は、資金を出さないやる気のない球団を排除する考え方です。上位26人の平均を出すことで、本来これだけ払えるはずだという基準を明確にし、球団経営に投資を促す狙いがあります。7、経営側と選手側の市場価値の認識差。球団経営側元幹部の小林氏などはプロ野球はエンターテインメントビジネスであり、トップ層にどれだけ投資できているかを重視します。対して選手会は全選手の労働環境を重視します。この視点の違いが、そのまま計算手法の差として現れています。8、公表されない総人件費への疑念。NPB 球団は詳細な決算を公表しないため、今回の調査結果把握まで推定に基づきます。不透明な推定年俸ではなく、MLB のような透明性の高い財務公開を、球団側に迫る意図も含まれていると考えられます。9、1億円プレイヤー161人というリアリティ。選手会調査では見えにくい1億円プレイヤーが選手の半数以上上位26人中というデータは、日本のトップ層がすでに世界水準の入り口に立っていることを示唆します。この夢のある数字を強調することは、球界のブランド価値向上に貢献します。税金。選手会が年俸をあえて低く見せたい背景には、労働交渉だけでなく、税務当局や世論に対する戦略的な意図も透けて見えます。税理士の視点から、その狙いを5つのポイントで解説します。1、高額所得者への風当たりの緩和。平均5216万円という数字は、一般サラリーマンから見れば高額ですが、プロ野球界のトップ層の実態数億円単位からは遠ざけられています。狙い。プロ野球選手一握りの大富豪というイメージが強まりすぎると、税務調査のターゲットになりやすく、また世論からのもっと税金を払うべき贅沢しなに重税をという圧力を招きかねません。平均値を低く保つことで、組織としての特権階級感を薄める効果があります。2、必要経費の正当性を主張する土壌づくり。選手会は、選手が個人事業主として多額の経費トレーナー費、用具代、自主トレ費用などを支払っていることを強調します。狙い。平均年俸を低く見せつつ、手取りはこれだけ少ない経費でこれだけ消えるという実態をアピールすることで、税務署に対して経費参入の必要性を認めさせやすくする土壌を作っています。3、税制改正への要望ロビー活動。選手会は国税庁や政府に対し、選手特有の事情を考慮した税制を求めてきました。狙い。
現役生活が短く、収入が不安定であるというデータを示すことで、先に挙げた契約金の平均課税制度の維持や、さらなる所得分散の緩和など、選手に有利な税制優遇を引き出しやすくする狙いがあります。4、最低年俸下層の保護、平均値を算出する際、一軍で活躍する外国人選手を除外し、最低年俸層の日本人選手を含めることで、統計上の数値は下がります。狙い。これにより生活が苦しい若手選手がこれだけいるという論議が成立します。これは、将来的な非課税枠の拡大や、若手向け助成金の創設などを求める際の根拠となります。5、契約金という非経常所得の隠蔽。球団が支払う契約金は、毎年の年俸とは別枠で処理されることが多いです。狙い。契約金を含めると平均額は跳ね上がりますが、これを年俸調査から切り離すことで、毎年の定常的な稼ぎを過小に見せ、累進課税による取りすぎ感をマスコミやファンに対して演出する側面もあります。まとめ、小林至氏が指摘するように外国人を含む上位26人で出せば、平均は2億3億円になります。しかし、あえて5000万円という、絶妙に高すぎない数字を公表し続けることは、税務リスクの回避と、労働者としての権利保護を両立させるための、選手会による高度な情報戦略と言えるでしょう。いかがでしたか？この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。ご質問ご意見も歓迎です。